コーナーの高速化を考えています。前回はミニ四駆全体をバネにして高速カーブを狙いました。いい感じの動作をしましたが安定性が皆無でした。バネの反発よりもローラーベースが変動することに価値を見出したコメントがありました。ローラーベースの長さとコーナースピードの比較です。短い方、長い方、比較。短い方が速いことがわかります。直線を見てみます。長い方、短い方、比較。短いとふらついて減速します。つまり直線ではローラーベースを長くして、コーナーでは短くすればどちらも速いということですね。カーブと直線を検知して自動でローラーベースを変更させます。可変ローラーベース実現のために動作を考えます。真っ先に思いついたのはこんな動作です。リアローラーの位置が前後に移動します。この動作の機構は大掛かりになります。無駄を省きましょう。ローラーはサイドローラーの位置とリアローラーの位置の2点で十分です。リアローラーが壁に接触するとサイドローラーはコーナーで機能しなくなります。つまりサイドローラーは常設でリアローラーと壁の接触の有無を切り替えれば良いということです。切り替えは回転運動で実現できますね。これならサーボだけで済みます。この構想をもとに可変ローラーを作成します。早速モデリングします。シンプルにしたので楽です。プリントしたので調整します。サーボを入れます。ネジ止めします。これでリアローラーの位置にサーボを受けるようになりました。次はローラー棒を作ります。プリントしました。こっちも調整します。ローラーを固定します。サーボに取り付けます。動きを見ます。求めていた動きです。これでローラ部は完成です。次はコーナーを検知したいです。公式から専用のパーツが売られています。スライドダンパーはコーナーで動きます。この動きをスイッチとしてコーナーを検知します。スライドダンパーをスイッチに改造するのにあたって走行中の動きを見ます。コーナーでは可動限界まで動いているように見えます。直線ではほとんど動いていません。これなら問題なくスイッチとして使えます。プレートもネジも金属なのでそれぞれの接触をスイッチにするのが楽そうです。通電しないです。どうやらネジまではプレートが動かないようです。スイッチパーツを作ります。銅板と銅線をくっつけます。銅板を折り曲げます。プリントパーツと銅板を接着します。これでスライドダンパーの上部ができました。スライドダンパーのアルミ板についてですが、表面がコーティングされているためか通電しません。研磨してコーティングを剥ぎます。通電チェックします。これで OK です。取り付けます。アルミプレートとスイッチの片側の導線を固定します。こんな感じ。スライドダンパーにスイッチパーツを取り付けます。スライドダンパースイッチの完成です。動作確認。テスターの値が変わったら成功です。値が変わりました。もう片方も確認します。こちらも問題ないです。実験装置を組みました。コーナーで動作するか確認します。スライドダンパースイッチが押されるとライトが光るので分かりやすいです。走らせます。暗くします。コーナーではライトが点灯して直線で消灯しています。求める動作ができています。これで機構周りは完成です。今回はサーボを使います。なのでマイコンで制御します。ということで、実装基板図を書きました。今回は珍しく基板サイズの縛りが緩かったので、部品設置のシンメトリーとジャンパゼロの縛りをしておきました。ラインと外形とドリルデータを出力します。フラットキャムで CNC 用の切削データを作って、生基板を台座に固定します。経験上グルーガンで十分です。CNC で基板を切削します。ゴリゴリ。前に作ったコンデンサー回路搭載キャノンボールでは切削が浅くて肝を冷やしたので、切削は深めにしています。穴開け開け。外形キリキリ。基板を台座から外します。保持棒を切って、研磨して切削時の針を取ります。基板の完成です。電子部品をハンダ付けします。抵抗を乗せます。足を切断します。ハンダ付けします。サーボ接続用ピンヘッダを乗せます。ハンダ付けします。LED を乗せます。ハンダ付けします。ピンソケットと DC-DC コンバータを乗せます。ハンダ付けします。マイコンを入れるピンソケットを乗せます。ハンダ付けします。
銅板を曲げて作った電極をハンダ付けします。配線の手間を減らしつつスペースを節約します。これで回路基板が完成しました。この電極の付け方はありですね。耐久性もよく見栄えもグッドです。最後にプログラムを書きます。カタカタ。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。電動可変ローラーミニ四駆の完成です。早速動かしましょう。カーブ。消費電流を考慮して片方のみ動かしています。ここでローラーが動いて、うまくいっています。戻ります。ストレートもグッドです。こんな感じで走っています。わかりづらいですがシステムが動作しています。可変なし。カーブ時のローラーの音が違いますね。結局どっちが速いんですか？映像を重ねてみます。この時点で可変ありの方が遅れています。すでにかなりの差です。もう少し見てみます。ここのカーブ時点で抜き返しています。ここで抜き返されました。ゴール。ギリギリ可変ありが負けました。ですが最終コーナー前にこの差があって、コーナー通ってかなり縮んだので効果は出ています。なかなかの接戦でしたね。でも今回のマシンはコーナーも直線も速いはずです。なぜ抜いたり抜き返したりが起きたのですか？実はコーナーからの直線の動きが不安定でした。これはうまくいった時のです。うまくいかなかったやつ。ローラーの戻りが遅くなってコーナーからの立ち上がりでふらついています。ローラーが戻るタイミングの比較、ここまでは一緒です。うまくいったのはこのタイミングで戻り始めています。もう戻っています。ということで理論上は速いですが実際はばらつきがあって速くならないという結果になりました。締めようとしてません。せっかく作ったのであれも検証しましょう。サイドローラーを取ればさらに曲げることができます。ギリギリまでローラーを内に寄せました。走らせます。サーボの回転角が広まったため動作スピードが間に合っていません。その結果立ち上がりでタイヤと壁が触れることがあります。ですがコーナー中のマシンの向きはさらに内に寄っているのでコーナーは速そうです。たまにうまくいきます。うまくいくとめちゃくちゃ速いです。固定と比較、コーナーへの進入速度は固定の方が速くなっています。ここで固定がふらつきます。逆に可変は綺麗に立ち上がりを見せます。めちゃ速いです。コーナーも素早く曲がって結構な差で抜きました。ということで今回は電動可変ローラーを作りました。うまくいけば速いという結果になりました。いろいろと問題点も見つかりましたね。コーナーの検知方法やサーボの動作速度を見直せば実用的になりそうです。チャンネル登録をして次回動画の通知を受け取りましょう。それではまた。のし。